旅は道連れ、世は情け、中原恵美之助だ。岩国にやってきたぞよ。今日はこの方に案内していただく。関西、中国、四国、じゃらんの鳥羽である。今日は初夏の岩国で女子旅を楽しむぞ。この格好で女子旅ですか？そうである。2人が今いるのは岩国の有名な観光スポット、錦帯橋。1673年に完成し、1922年には国の名勝に指定されているんです。ここから始まる今回の旅は、季節の花が咲き誇る夫婦のガーデンカフェ。手作りの薪窯で作る本格ピザ。そして最後はじゃらん6月号に掲載のこのコスパ最強丼を目指していきますよ。じゃらん編集長おすすめ、初夏の岩国。2人がなぜ甲冑を着ているのか。天気がいいから。時間を遡ること30分。私たちが人生初甲冑体験をしたのは岩国市観光交流所本家松金。江戸時代岩国藩初代藩主吉川広家が行った町割りによって作られた町並みが今も残っています。その一つ、国安家住宅で甲冑体験ができるんです。うわー、すごい。はっ、私は岩国藩鉄砲隊だ。私は武将だ。もう甲冑がめちゃくちゃかっこいいですね。ねえ、なんかこうちょっとロボットになった気分ですけども。そのまま錦帯橋行ってみましょう。このまま錦帯橋行っていいですか？行ってみましょう。目立ちますね。私たちわらじ履いてますからね。靴じゃない。本当は橋の手前で記念撮影ですが、今回は特別に渡らせてもらいました。錦帯橋にははい何度も来たことあるんですけど、はい甲冑を着ていることによって初めて来たようなそうですね感覚に陥ってます。やはり珍しいのか、歩いていると観光客の方の注目の的に。ありがとうございます。甲冑体験できるんですよ。すごいよく似合ってる。ありがとうございます。嬉しい。恵美之助、天下を取る。抜け。恵美之助、天下を取るぞー。決まりました、はいもうちょっとかっこよくシュタッと行きたかったんですけどね。行きます。天下分け目の女子旅じゃー。決まりましたね。今の季節に行きたいのが岩国。錦川で行われる夏の風物詩鵜飼。夜7時から屋形船に乗って錦帯橋の夜景とともに伝統の技を間近で楽しむことができるんです。さらに亀甲公園の花菖蒲、歴史的建造物が立ち並ぶ公園に140種11万本の花菖蒲が凛とした姿を見せているんです。そんな魅力いっぱいの岩国を今日はご紹介します。岩国インターを降りてすぐの国道沿いにやってきました。こちらです。ピッツァ&カフェバラの木って書いてあります。今年10年を迎えるピザ&カフェバラの木。藤岡さん夫婦と娘さんの3人で経営しているお店です。いやー、すごいお花がいろいろありますね。囲まれてますね。ここ何種類ぐらいあるんです？バラ。60から70種類で8株ぐらいあるかね。時期ごとに色とりどりのバラが咲き誇るんです。その中でも和彦さん一押しのバラはジュランビルが一番メインで、一応あまり珍しいじゃん、つるバラの代表みたいなもんでね。入り口にドーンと咲くフランソワジュランビル。トゲが少なく育てやすいバラだそう。
バラ担当の和彦さんはもともと鉄工所で働いていて、その技を生かしてアーチや窓枠も鉄で作ったんです。おしゃれ。至る所にじゃあ鉄が点在してて、家で売っとるものはほとんどないと思います、お金をかけてはできないからね。だからしょうがないから手伝ってる、私も。鉄だけに。しょうがないから。さらにあれですよ、こちらのカフェスペースには、本物の錦帯橋があるんですよね。の名残がね。これはそうの錦帯橋のに使ってた柱なんですよ。20年くらい前だってね、全部やり替えたんですよね、あれ。廃材を、オークションで販売しとったんですよ。あ、そうなんですか。それを使って、自分でこういろいろ。素敵な空間で食べられるカフェメニュー、気になります。こちらの人気のランチセット、野菜は地元の市場から仕入れ、地産地消にこだわっているんです。シャキシャキ聞こえる。すごくシャキシャキしてますね。やっぱり野菜が食べやすいでしょ。鮮度がすごくいいんだなってめちゃくちゃ感じるのと、あと香りがすごくいいですね。私は自慢だという天ぷらをいただきました。素材本来の美味しさが引き出されてますね。全部甘くて、あっさり食べられます。看板メニューのピザは和彦さんの手作り。パリッパリの生地に甘いトマトがよく合います。これからどんな風にしていきたいなとかありますか？元気で一日でも長く続けられればね。お客さんがやめちゃいけんやめちゃいけんって言われるけどね、足腰ねさすりさすりですから。いやー、素敵なお店でした、編集長。もう女子旅にもねぴったりなお店ですよね。じゃらん編集長おすすめの初夏の岩国。岩国に流れる錦川沿いには川のせせらぎを聞きながら大自然を満喫できる空間もあるんです。懐かしいですね。ですよね。楽しい。はい、こちら木工遊びができる場所なんですよ。懐かしい。ちょっと本当だ。はっ。決めポーズだけはしっかり。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。すいません。楽しく遊ばせていただいたんですけども、ここはどういった場所になるんですかね。ここは山口県東部森林組合が、運営している場所になります。木に気軽に触れてもらえる場所になっております。森林組合が運営するこちらの施設、木工品を取り扱っており、木工遊びができるんです。編集長、大丈夫ですか？工具を持って写真撮影もできますよ。森林組合が運営する施設に去年9月にオープンしたコッチネッラ、本格ピザが楽しめるんです。まず今から作るピザは何ですか？岩国イノシシピザですね。手際がいい。早い。すごいですね。早くしないと生地がくっついたりとかしちゃうんで。ここで早速イノシシの登場です。で、こちらがこれがイノシシのお肉を、赤ワインだったりトマトソースとかブランデーとかで煮込んだものですね。皆さん何ておっしゃいますか？これは食べたことのない濃い味のピザで、とてもリピーターさんが今増えてますね。リピーターの多いピザ、気になりますね。この上にトマト、モッツァレラチーズをのせていよいよ焼いていきます。ここにピザ窯がおしゃれですね。このピザ窯、これ手作りです。本当ですか？作られたんですか？僕とマネージャーで一緒に作りました。ピザ窯作れるんですか？手作りで。そうなんですよ。僕も初めてだったんですけど、調べたり勉強したりで、いろいろ失敗もあったんですけど、イタリアの職人さんが作った窯と変わらないぐらいのいい窯になったと思います。これどのくらいで完成したんです？これは1ヶ月ちょっとですかね。1ヶ月早い。でもオープンも迫ってたんで、すごい緊張しながら作ってました。では失礼します。こちらが岩国イノシシのミートピザですね。いただきます。イノシシのお肉って
思わないぐらい高級なお肉の味がします。こんなに旨味となんかこう油の深みが出るんですね。はい、イノシシはもう油が美味しいんです。はい。編集長は平日1日1組限定のランチ、イノシシとトマトクリームパスタ。全く臭みがなくて、ですごい旨味がですね出てますね。でトマトソースとすごく合いますね。やっぱりこの辺りで採れた新鮮なイノシシだっていうのもあるんですよね。あ、そうです。はい、それは絶対条件ですね。お店の名前がコチネッラってちょっと変わってるなと思って、どういう意味なんですか？イタリア語でテントウムシっていう意味で幸せを呼ぶ虫というふうに言われてまして、はい、まあ食と、まあ、林業とかいろんなものを含めて幸せを皆さんにここで提供できたらなという思いで。店の裏にはもっと自然を感じられる一押しのスポットがあるんです。いや、編集長綺麗ですよね。ねえ、綺麗な川結構傾斜もきつくてボコッと迫りくる感じがまた結構好きなんですけどね、こういうのが。これからの季節にぴったりです。そうですね。はい。とにかく自然を体験できるように、はい。環境の整備っていうのは、まあ、森林組合の得意技なんで、そこを生かして皆さんに楽しんでいただいて、ぜひこうやって林業も再発見、再確認というか、してもらえたら嬉しいなと思いながら。そして岩国の旅最後、編集長のおすすめが、岩国に来たらぜひ食べていただきたいコスパ最強の丼があるんですよ。それがこちらの海鮮丼です。キャー、贅沢。すごいたくさんの種類が乗っている丼なんです。こちらがおすすめなんですが、食べられるんですか？なんですが、今日はですね1人前しかご準備いただけないということで、はい、私いただいていいんです？いや、これはですね、もう、はい、こちらで勝負をつけませんか？これ卓球台なんですね。始まりました。海鮮丼をかけた卓球勝負。5アップということで5点先取した方の勝ちとなります。来い。いきますね。はい。これは私勝てるかもしれません。よし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 。下手くそそうだぞ。勝てると思ったんですが、気づけば4対3。編集長が一歩リードです。3対4。3対4。よしよしよし、いい勝負ですよ。いきますね。編集長勝ち？編集長が勝ち。そうでしょ。そんなガチ勝負なんで編集長の勝ちです。ダメだ勝負を終え向かったのは福源。知る人ぞ知る岩国の名店。立ち寄らなきゃ損すると言っても過言ではないお店なんです。ここでいただけるのが、お待たせしました。海鮮丼定食ですね。豪華ですね。もう溢れてるじゃないですか。すごいです。ボリューミーですね、大将。はい。これは一つですか？一つです。本当に一つなんですね。ハマチやタイ、サワラなど常に14種類の鮮魚が並ぶインパクト大の海鮮丼。こだわりはやはり市場でいつも毎日仕入れてるんで、それでもその日に提供するっていうのがこだわりですね。どうしてこのお値段でこのボリュームで提供できるんです？まあ単純ですよね。ともかくお客さんを喜ばしたいっていうだけのことだけですよね。一番初めにこう持っていた時にみんなわーって言うんで、まあちょっとよし小さくガッツなりますよね。やっぱりインスタ映えって最近ねありますね。映えますね。そうですね、本当。まあそれも気にしてやっぱりすごい気をつけて思ってますね。じゃあありがとうございます。いただきます。ずり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 。でも勝者私なんで。今のは何でしょう？今のは地元のですね、まあ珍しいんですけどサワラですね。サワラって大体たたきのイメージが多いんですけど、まあ今日はたまたま鮮度が良かったので、まあ刺身で。やっぱ油はねちょうどいい感じでマイルドな、食べ応えのある一切れでした。本当に美味しそうですよね。
ここでしか食べられない海鮮丼、一度は食べてみたいものです。